源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。第2条母木木、小君を味方につける場面です。光源氏は、天代の品定めの後、中流階級の女性に憧れを抱いていました。そんな時、片違いのために、木の神の屋敷へ泊まることになりました。その屋敷に、ちょうど、木の神の義母である、うつせみが来ていました。光源氏は呼ばいをかけて、彼女と一夜を過ごします。けれどもうつせみは、伊予之助の妻であり、もう二度と二人は会える状況ではありません。光源氏は、切ない恋心をどうすることもできず、うつせみの弟である小君を召し使えさせようとします。では、本日のイラスト訳いってみましょう。さて、5、6日ありて、この子、いて、参れり。細やかに、お菓子とはだけれど、生めきたる、さまして。あてびとと見えたり。召し入れて、いと懐かしく、語らいたもう。わらわ心地に、いとめでたく、嬉しと思う。妹の君のことも、詳しく説いたもう。去るべきことは、いらへ聞こえなどして、恥ずかしげに、静まりたれば。うちいで憎し。されど、いと、よく、言い知らせたもう。かかることこそはと、この心うるも。思いのほかなれど。幼心地に深くしもたどらず。御文を持ってきたれば。女、浅ましきに涙もいできぬ。この子の思うらんこともはしたなくて。
さすがに音踏みを重隠しに広げたり、糸多くて密集目を王よありやと嘆く間に、目さえ泡でぞ衣手にける。寝るよなければなど、目も及ばぬ御書きざまも、切りふたがりて不死たまえり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は布識別についてです。布識別には次の3つがあります。特に重要なのは、打ち消しの助動詞ずと完了の助動詞ぬとの見分けです。これは直前の接続によって見分けます。未然形に接続していれば打ち消しの助動詞であり、連用形に接続していれば完了の助動詞となります。また、直後のつながりからぬ自体の活用形で識別することもできます。体言などがついてぬが連体形であるならば打ち消しの助動詞。文末などで終止形であるならばぬは完了の助動詞という具合です。具体的に言うと、さかぬの場合、さかは未然形なので、このぬは未然形接続の打ち消しの助動詞です。また、下に時という体言が接続しているので、ぬは連体形であり、活用形からも打ち消しの助動詞ということがわかるわけです。また、先ぬの場合、先は連用形なので、このぬは完了の助動詞。下を見ると文末であり、このぬは終止形なので、活用形からも完了の助動詞とわかります。ただし、直前の活用形がわからない場合、例えばこのモーデのように未然形、連用形が同じ形の下二段活用の場合は、ぬ自体の活用形だけを見て判断することになります。例えば右のモーデヌは文末なので終止形、従って完了の助動詞と判別します。左の場合は直後に体言があるので、ぬは連体形、従って打ち消しの助動詞だと判別します。なお、ぬが判別できれば、直前のもうでの活用形も識別できますよね。また、かかり結びの法則が絡む識別もよく入試に問われます。同じような文末の形であっても、かかり助詞がなければ、ぬは終止形であり、上の受けは連用形です。かかり助詞があるならば、ぬは連体形となり、打ち消しの助動詞です。したがって上の付けは未然形になります。さて今回は文末のぬが出てきましたね。直前が家行変革活用動詞なので、句が何と読むかによって活用形が変わる。つまり直前の活用では判別できません。文脈で考えれば、浅ましや脅威の形助詞もがあることから、打ち消しの助動詞となり、こんな風に呆れて涙も出ないと捉える説もあります。しかし、大学入試で出題されたら、まずは文法事項を判別材料にしましょう。
このぬは明らかに終止形なので、完了の助動詞で解釈しなければなりません。また今回、和歌の中にたくさんの会うが出てきましたね。会うは古文常識も絡む最重要古語です。関連語も含めてしっかりと覚えていきましょう。ミシ夢を、会うよありやと嘆く間に。この上の句の会うは、もちろん男女関係を結ぶという意味の会うですよね。しかし、夢を会うというつながりになっていることから、夢会う、正夢になるというニュアンスも暗示しています。一見、夢の中であなたと男女関係を結んだという片思いの歌としての体裁を整え、その実は、夢が正夢になってあなたに出会えたんだということを印象づけているんですね。次は下の句ですが、目さえあわでに会うがありますよね。これはひらがなで書かれているので掛け言葉です。何と何がかけられているのでしょう。もちろん直前から目、合うという古文常識イディオムが浮かびます。上下のまぶたを合わせる、つまり眠るという意味であり、この和歌では眠れないでという意味が一つ目。そしてもう一つは男女関係の合うですよね。つまり、まぶたも閉じられず、眠れずにという表面的な意味の中に、男女関係を結べないまま、幾日も過ぎてしまいましたというニュアンスを引き起こしています。合うの単語一つでこんなに奥が深いんですよね。さあ今回も第2条母木々からの動画でした。第1条桐壺および天代の品定めについては再生リストを作ってありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それではまた。